皆さんこんにちは、のらんです。今日はなんとなくリラックマを置いてますけれども、こちらですね、ちょっとね前の動画でもお話ししたんですけれども、こちらのラグでいいのかな、これをいずれは作れるようになるためのお試し会です。もうね、今日はお試し会だと思ってください。いきなりこれを作れるとはね、さすがに思ってないので、そもそも今日ちょっとどこまで進められるかもわからない。いかんせんこれをね、作るのに何時間作業的にかかるかすらもわからないぐらいの初心者なので、そのぐらいの気持ちでね、ちょっと今日は見ていただきたいなというふうに思うんですけれども、ただ目標としてはいずれこれを作れるようになりたいなという感じです。で、これを作るために何がいるのかっていうところを一応調べたんですけれども、多分これなのかなと思って買いました。いや、もうこれ違ったら大爆笑なんですけど、どうなんでしょうね。なんかでもね、似てません？なんか同じのが作れるような気がしますよね、これだけ見てると。で、一応これ18センチ、おそらく直径ですよね。直径が18センチ。さすがに際の際まで刺すことはできないと思うので、ちょっと少なく見積もって一応15と考えて、ここまでのサイズはちょっとなので作れないかもしれないですけど、近しいサイズのものは作れるんじゃないかなと思って一応これを買いました。じゃあちょっと開けてみますね。もう完全に初見ですよ。これ開けてみてびっくりの可能性もあるので。でもね、なんか箱を見る感じはクロスステッチとか刺繍をやる時の枠に似てますよね。理屈は一緒なのかなっていう風に勝手に思ってますけれども、こういう感じなのかな。おそらくここに布を挟んでギュッとやってネジでキュッキュッキュッって留める感じなんだと思います。で、これが付属の足なんですけれども、どうしてもこのパンチニードルっていうのは針でブツ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 刺していく形になりますので、針がね床に突き刺さっちゃうんですよ。なのでちょっと底上げをすることによって刺しやすくなるっていうことなんだと思います。こういう感じですね。こうやって底上げをして使うこともできますよという感じです。で、これが枠なんですけれども、今度は針の方ですね。で、最初ね、パンドラハウスさんではこれを見かけたんですよ。このフリーステッチングニードルとそれの替え針の極太バージョンを見つけたんですけど、まずこちらは25番刺繍糸3本取りの針先ですっていう風に書いてあるんですね。なのでこれは刺繍糸を使うためのニードルなんですよ。なので仕上がりとしてはまさに刺繍に近い結構細かい縫い上がりになるんですね。これはこれでね、もちろん可愛いんですけれども、今回は毛糸を使いたいんですよ。私はこのモコモコ感が欲しいので、ちょっと刺繍糸ではねこれ出ないですから、なので一応これを次買ったんですね。で、これは一応中細毛糸刺繍糸リボン用、こういうリボンでお花を作ったりする時のやつですね。なんで一応これだと毛糸は使えるんですけど、中細かってなってもうちょっと太い毛糸使いたいなって思ったんですね。で、そしたらこれですね。これはね、並太から極太毛糸って書いてあるので、棒針表記の6から12号まで一応いけるっていうことなので、かなり太めの毛糸はこれは使えるのかなということで、最終的にはね、今回これかなと思ってます。とはいえね、他の刺繍をしたい時にこの辺も使えると思うので、またこれはこれでね、使っていきたいなと思いますけど、一応今回はこちらを使っていこうかなというふうに思います。どんなんなんだろう。結構ね、言うても針ですからね、若干気をつけんと。こういう感じのねやつですね。で、こんな感じでもう毛糸を通すための穴が開いていて、あとはこれでプス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 刺していくという感じになります。で、あとは糸通しと、これなんだろう、なんかタコ糸入ってますね。ちょっとこれは付属のアイテムになります。このキャップなくしそうだな。なくしそうだけど、このキャップ絶対大事だもんな。なくさんようにせんと。はい。で、一応今回道具と
してはこれだけなんですけれども、問題は布をどうするかなんですよね。で、一応こちらの箱にはこちらですね、別売りのパンチニードル、これは先ほどご紹介したやつですけど、パンチニードル用ファブリック、パンチニードル用ボンドと合わせてご使用くださいと書いてあるので、このパンチニードル用ファブリックっていうのを使うのがおそらく一番いいんだろうなと思いつつ、ここはね、ちょっとケチりたい欲と実験したい欲がちょっと湧いてるので、なんとかね、ちょっと100均の布でできないかなっていうのがあるので、まずはね、100均の布でちょっとやってみて、どれも合わなそうだったらちゃんと買ってこようと思います。最初にちゃんと買ってくりゃいいんですけどね、本当はね。でもちょっと一旦試してみたいじゃないですか。どんな風になるかも全然わかんないので、まずはちょっと100均の布でやってみたいと思います。はい。で、いろいろ買ってきたんですけれども、これとこれとこれですね。この3つ買ってきました。ちょっと一応ご紹介しますね。まずこれ、これがいいかどうかはわからないですけど、選んだ理由としては目が粗い布なので、これなら間違いなく針が通るなという意味で買ってきました。ドビー織りの布巾ですね。なので本来は手芸用ではなくて食器を拭く用の布巾になります。ただね、これだと目が粗すぎて、なんて言うんだろうな、綺麗な目が揃わないような気はするんですよね。なのであんまりこれを積極的に使う気はないんですけども、一応買ってきたという感じです。で、次こちらはね、麻っぽい感じですね。こちらもかなり目としては粗いです。本来はフリークロスなので、このカラーボックスの目隠しとかに使うための布として売られてたんですけど、これも使えるんじゃないかなと思って買ってきました。で、最後こちら、これが一応ね、第一候補です。なんで最初これでやってみようかなって思うんですけど、これはまさにカットクロスとして売られてました。綿麻のカットクロスですね。普通にセリアのカットクロスコーナーで売ってました。おそらくダイソーとかでもね、カットクロスのとこに綿麻も最近よく売ってるのであるんじゃないかなって思いますけど、これでできたら一応ベストかなと思ってますが、この3つの中では一番目が詰まってるので、果たして極太の毛糸が通るのかどうかというと、ちょっとやってみんとわからんなという感じです。なんでね、ちょっとこの3つでまずはね、その毛糸の通り具合を実験してみて、うまくいかなきゃちゃんと専用の買いますし、うまくいけば一回それで、これまた100均の毛糸で一旦実験をしてみたいなというふうに思ってます。はい、完成しました。こちらが試作第1号になるんですけれども、第1号にしてはね、それっぽくできたんじゃないかなっていう風に思います。もうね、正直完成形を披露することもできないんじゃないかなっていうぐらいに思ってたので、まずはそれなりに形になったことをね、自分で自分を褒めてあげたいなという風に思います。その上でなんですけれども、ここもちょっと次気をつけるといいなっていうところだったり、ここはうまくいかなかったなっていうところを、この一つね、作ることでいろいろ気づくことができましたので、その辺をね、一応動画も制作過程も撮ってたので、それもちょっと振り返りながらね、皆さんにご紹介したいなというふうに思います。まず最初の布選びなんですけれども、最初はね、理想でもあったんですけど、セリアのカットクロスですね、綿麻のカットクロスを使いたかったんですけども、もうこれはね、お話にもなりませんでした。今回使ったニードルが太い毛糸をさせるね、極太のニードルでしたので、もう布にね、ずっぽり穴が開いてしまいました。開くだけだったらいいんですけれども、布がね、目が細かすぎて、刺した毛糸が抜いたら毛糸もね、全部ひっついてきちゃうんですよ。本当は毛糸を刺して抜いたら毛糸だけ残ってくれないといけないんですけれども、毛糸ごと抜けてしまって、
これはもうまともに刺すことはできないなと思って、綿麻はね諦めました。なので結局、今回はドビー織りの布巾を使って製作をしました。パンチニードルは針の太さとか糸の太さで、刺す布をね選ばないとうまく刺せないということがね分かりました。なのでおそらくなんですが、専用の布を使ったとしてもその縫いたい糸や針の太さによっては相性が合わないこともあるんじゃないかなというふうに思います。なので自分が作りたいもの、糸や糸の太さが決まったら、まずもうその本番の糸で試し縫いをして大丈夫だったら縫い進めていくっていう形がいいんじゃないかなというふうに思いましたね。で実際に刺していったんですけれども、これはね針の取説にも書いてあったんですけど、パンチニードルのコツは真下に刺して真下に上げるっていうのがまず一つ。あとは上げすぎない、引っこ抜いたらねすぐ次の目を刺しに行くっていうこの2点が超大事だなというふうに思いました。もうねパンチニードルってミシンみたいに上糸や下糸があるわけでもないですし、こう棒針編みやねかぎ針編みみたいに絡めていくこともないので、もうただただ蛇のように一本の糸が上下に出入りしてるだけなので、たとえ綺麗に長くさせてもちょっとでも引っ張ればもう全部ツルツルツルって抜けてっちゃうんですね。なので毛糸はまずね長めに毛糸玉から引っ張り出しておかないと、こうね気持ちよく縫い進めていくと毛糸玉が引っ張られて、その毛糸玉の引っ張りでツルって抜けちゃったりとか、あとは指とか布とかにも引っかかるとそれでまたツルツルって抜けていってしまうので、その辺もね気をつける必要性があるなという感じでした。なのでねもうこれいつ休憩したらいいんだろうっていうのがもうわからなかったです。もうトイレ行ったりお茶飲んだり、ちょっと手が疲れたなってお休みしたい時も刺した状態で休憩するか抜いた状態で休憩するか、でも抜いた針横にしといたらほどけちゃいそうだよっていう風になっちゃうので、こうどうやって休憩するのがベストなんだろうなっていうのはすごい思いました。あとは次回のこれ反省点なんですけど、これ実際見ていただくとわかるんですが、結構やっぱねスカスカなんですよ。でもある程度はこれもしょうがないと思うんですけど、それでもねもうちょっと目を詰めた方が良かったなっていうのと、濃い色に薄い布の色だと当然目立ちやすいですので、この布の色をできれば刺したい糸の色に近い色にした方がいいんだろうなというふうに思いました。とはいえねこのドビー織り付近は白しか売ってないのでどうしようかなという感じです。でこれ刺し終わったら裏側を最後糊で接着するんですけど、一応専用の糊売ってるんですよ。なんですがちょっと最初はね私裁縫上手でくっつけれないかなって思ってやったんですけど、裁縫上手のこう粘土とろみがすごく強くて全然伸びなくて、どうしようって思った結果、私はねもう布貼っちゃえと思って布を貼っちゃいました。でこのあたりもね次回改善しようかなと思ってます。でいろいろどうも方法はあるみたいで、その後ネットで調べたらフェルトを貼ってらっしゃる方もいたり、接着芯みたいなのを貼ってらっしゃる方もいたり、いろいろねなんか方法はあるみたいです。正直専用の糊を買うのも高いし、そこまでじゃなくなんか工夫できないかなっていうふうに思ってるので、そこはねちょっと次回ね改善したいなというふうに思います。でもね今回やってみて、自作ミニラグ作りですか、完全に無理っていう感じではなくて、改善すればねいろいろ他にやりようはあるのかなというふうに思います。今回はね、テストでしたので、私はこれを踏まえて次回一応本番を作っていこうかなというふうに思います。今回はパンチニードルの道具を使ってミニラグ作りの練習をしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。